ボンジュール。皆さんおなじみのユニクロ、パリの旗艦店ユニクロオペラがリニューアルオープンしました。今日はそのお披露目会の日の様子をお届けします。9月25日、我が家にバイク便でこの袋が届きました。ユニクロさんに私何か注文したかしらと思ったんですが、実はこの日の夜の案内が中に入っていました。お披露目会に出席するお返事はメールですでにしていたんですけれども、こうして再確認ということでしょうか。袋の中身はこれだけではなくて、なんとこんな可愛らしいコモダルが入っていました。パリでコモダル、しかもこんな可愛らしいサイズ、私は初めて見ました。ユニクロオペラはしばらくの間改装工事をしていました。そして晴れて9月15日にリニューアルオープン。そのポスターがメトロや市内のバスにも見られました。パリのリズムでがキャッチフレーズになっています。オペラ座にも大きなポスターが貼られていました。はい、そしてやってきました。こちらがユニクロオペラ。パリオペラ座のすぐ横にあります。リニューアルオープンのお披露目会は夜7時からですが、すでにお店の前には行列ができていました。なるほど、改装後はこんな風になったんですね。以前より少し大人っぽくエレガントになったような気がします。店内中央の階段がデザインの決め手でしょうか。こちらは地下1階のメンズフロア。オリトムドパリ、パリのリズムでがここにもあります。なんと日本酒の蔵元の前掛けやコモダルも展示してありました。日本酒の銘柄の T シャツも出ているんですね。夜8時、いよいよイベントが始まるようです。ミュージシャンが登場しました。私たまたまこの辺りにいたんですが、なんだか特等席だったような予感。ユニクロの店内、しかもこんな間近に連絡し受賞が聞けるなんて、まさにサプライズです。演奏が終わると、さっきから向こう側に見えていたバレリーナとおぼしき女性が動き出しました。ユニクロファンの方、日本にも世界中にもたくさんいると思いますが、今ちょうど新しいコラボレーションユニクロ C が話題になってますよね。そうなんです。バレリーナの衣装がまさにそのユニクロ C のトップスと
スカートではないでしょうか。こちらからはダンサーが登場。見事な鍛えられた逆三角形。このダンサーも、そして思えば先ほどの4人のミュージシャンたちの衣装も全部ユニクロの商品ですね。バレリーナが履いているこのスカート購入された方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。こんなに素敵に広がるんですね。この階段で踊るのってなかなか制約が多くて難しいと思うんですけれども、とっても素晴らしいパフォーマンスです。そういえばパリのオペラ座の建物も正面の大階段が象徴的ですけれど、この新しくなったユニクロオペラもそのあたりを意識してるんでしょうか。この夜集ったたくさんの人々がこのパフォーマンスに魅了されています。これで終わりかなと思いきや続きがありました。今度はとっても優雅な軽快な音楽でスタート。しばし一緒に楽しみましょう。素敵でした。パリのリズムで、なるほど、オペラ座とユニクロのとても素敵なコラボレーションです。ユニクロのハッピを着て、先ほどのダンサーお二人が登場。階段には大きなコモダルが置かれています。お祝いのお酒はユニクロの地元山口県の有名なお酒獺祭です。乾杯。乾杯。マスでいただくお酒、とっても香りがいいですね。オペラ座のダンサーと日本酒のマリアージュ、とってもおしゃれな趣向だなと感心しました。さて、ここからは14年ほど時を遡ります。ユニクロオペラがオープンしたのは2009年10月1日でした。その時も私はここに駆けつけて、当時ジャパンビジネスプレスというメディアに記事を書いていたので、その様子を投稿しました。
店内はデジタルなデザインに採用されていたような感じです。柳井会長も姿を見せていました。そしてこの時、有名デザイナーとのコラボレーションも始まっていたんですね。プラス J が日本よりも先にこのパリの旗艦店で発表されていたのを覚えています。そしてその時の記念品はバゲットだったんですね。そして今、14年後のリニューアルオープンではこちらのコモダル、昨今の日本ブームを象徴しているような気がします。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。アビアント。